中国の対ステルス戦闘機用レーダーも、そしてロシアの防空兵器も全く意味をなさない。お金だけが吸い上げられました。イランの最高指導者ハメネイ師がアメリカ・イスラエルの攻撃によって殺害されました。斬首作戦の当面の目標が達成されたわけです。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、アメリカ・イスラエルによるイラン攻撃についての徹底解説を行います。この話題については世界的にも大きなニュースですし、日本のテレビ局でも冒頭で取り上げられるぐらいには注目されています。そのため、わざわざ私の話を聞かなくてもと思うかもしれませんが、一般的な報道では取り上げない部分についても言及するので、ぜひとも最後までご視聴ください。まず最初に一般的なニュースでは取り上げないような部分、そこからちょっと取り上げていきましょう。その後一般的な解説を行います。まず一般的なニュースとして取り上げない話題というのは、イランという国家がどのような防備体制をとっていたかです。イラン国産の技術ももちろんあるわけですが、イランと経済的なつながりが強い中国や、もしくは軍事的な協力関係のあるロシアとの関係上、様々な兵器類についてもこれらの国から導入していました。例えば攻撃されることを前提として、イランでは中国製の対ステルス戦闘機用レーダーを導入していました。いわゆる反米国家の中にはこうした中国やロシアからの兵器輸入を積極的に進める国があります。例えば、ベネズエラにおいても、いつかアメリカが襲ってくるかもなというのを前提として、中国製のレーダーが導入されていました。しかし、アメリカによる攻撃を一切防ぐことができず、ベネズエラのマドロ大統領は拘束され、アメリカ本土へと連行されていきました。そして今回のイランに関しては、2025年に1回攻撃を受けた際、全く無防備でした。そうした反省もあって、イランは中国からより新しいものを導入していました。ベネズエラでは全く役に立たなかったが、それよりは新しいタイプなのであるからという具合にして、中国に大金を払って新しいレーダーを導入していたわけです。しかし今回においても全く役に立ちませんでした。中国はガラクタを売りつけて大金をせしめることには成功したようです。また、インターネット上では中国製のレーダーが役立たずなんていう評価は間違いだ。実際にこうしたレーダーが爆破されることによって、米軍の攻撃が実際に行われたことが証明されているではないかという、ちょっと皮肉めいた話などもあります。攻撃をされて吹っ飛べば、確かに攻撃されたんだなとわかるわけですが、それをもってして、役に立ったなというわけがありません。この部分については、真面目に語れば語るほど笑える話なのかもしれません。そして、中国よりもさらに技術力の低いイランにおいては、自国産のレーダー施設は全く役に立ちませんでした。そのため、まず最初に攻撃を受けて、アメリカやイスラエルによる攻撃に対して無防備な状態となりました。ちなみに、イランと今、最も多くの石油の契約を結んでいるのは中国です。国際的な制裁を課せられた後、イランは大々的に国際市場に対して地下資源を売ることができなくなりました。しかし、そうした状況にあっても、中国は購入を続けています。いわゆる背取りと呼ばれるような形で、洋上でタンカーからタンカーへと移し替えるといったことを行うことによって、偽装して中国へと運び入れていると言われています。ですから、今回イランが石油輸出ができなくなった場合に、最も大きな直接的なダメージを受けるのは中国です。前回の解説動画においては、このポイントについては特に触れませんでした。というのも、日本の場合だとイランから直接石油を買っているわけではありません。ホルムズ海峡を通るタンカーが止められる危険性が高まると、それに伴って石油価格が高騰する。日本の場合だと石油の輸入は海外へと依存しているような状態ですから価格が上がれば直接的に私たちの財布に影響があるという話をしました。注意しなければならないのは決して石油がなくなるという話ではありません。価格が上がるよというような話です。そもそも日本の場合だと石油の輸入に頼っているということを前提として備蓄が行われています。短期間であればそもそも輸入が途絶したとしても量としては確保することができるわけです。今言っている話はあくまでも価格面の上昇問題といったものは避けられないという部分です。そして実際に輸入している中国と実際には輸入していないけれども価格高騰のダメージを受ける日本というのは性質が違うというわけです。そしてホルムズ海峡を通行している石油の輸送船について
これは、アメリカ・イスラエルによる攻撃が始まった後、やはり航行する船の数は大きく減少しています。現在のところ7割以上もしくは8割程度の船が航行を取りやめたと言われています。この原因についてまずはっきり言っておきますが、イラン軍が積極的にタンカーを攻撃して破壊しているというわけではありません。機雷を大量に撒いて船が航行できなくなったというわけでもありません。ではなぜこのようにして船の航行が大幅に減少したか。理由は簡単です。経済的な問題です。船の航行に関しては保険をかけるのが一般的です。これは別に海賊が横行している地域を航行するからというわけではなくて、どこの地域を船が行き交いするにしても事故というものはあり得るものですし、保険をかけておくということは非常に重要です。国によっては、もしくは港によっては、そうした保険がかけていないということを理由として、いや、保険が入っていないような船なんか入れられませんよというようなこともあるわけです。今回の場合だと、ホルムズ海峡を航行するにあたっては、あまりにも危険性が高い、とてもではありませんが、保険は受けられませんよというような具合にして通達が下りれば、無保険の状態になってしまうのか、じゃあ今はちょっといけないなという具合にして判断をする船もあるわけです。実際に危ないだろうなと思うのは誰にでも思えることなので、わざわざ危険を分かっていて今の状況でホルムズ海峡を渡りたいとは誰も思わないでしょう。ですから、ここで注意しなければならないポイントは、たとえイランがアメリカやイスラエルに反発するためにホルムズ海峡を封鎖したとしても、別にアメリカそれ自体にダメージがいくわけではないのです。むしろ、積極的にイラン産の石油を買ってくれている中国への輸出を自ら途絶させることとなり、中国からの反発といったものを受けるでしょう。中国、ロシア、イラン、この3カ国の連携を自ら断ち切る行為というものは、結局のところ自分の首を絞めるというわけです。だからこそ、本格的に機雷をばらまくというようなことはしない可能性が高いというわけです。続いて地上波のニュース報道であまり取り上げない話題について、軍事的な観点からの話をしておきましょう。アメリカはイランに対する攻撃を様々な映像公開によって紹介しています。その中の一つがトマホークミサイルによる攻撃です。イラン側の防空体制を破壊した後、もうほとんど好き勝手攻撃ができるような状態となっています。そして、実戦になればアメリカとしては新しく導入した兵器の実戦投入といったものも行われています。トマホークミサイルはもうすでに昔からある兵器なのですが、中身としてはバージョンアップがずっと続けられてきました。常に一線級の性能というものが保たれています。今回新たに公開された映像の中には、従来にはなかった黒塗りのトマホークミサイル、そして翼の形が違うものが含まれていました。これは塗料としてはレーダー波を吸収するような素材なのではないかと言われていることから、いわゆるステルスミサイル類に分類されるかもしれません。すでにレーダー基地を破壊したのであれば、こうした塗料といったものも不要かもしれません。何にしても、これ以外にもアメリカは新しい兵器を投入したと言われています。新たに投入されたであろう兵器、2つ目は新型のハイマース用弾薬です。ウクライナにも供与されたハイマースですが、搭載するミサイルの射程距離が違います。今回投入されたであろう新型ミサイルは、射程距離が 500km 程度あるだろうと言われています。アメリカがバイデン政権自体にウクライナに供与した90キロであるとか100何十キロといったような射程とは、倍以上の開きがあることから、米軍は米軍なりに自分の戦力といったものを増強しているのは明らかでしょう。そして3つ目の新型兵器に関しては、イランに対して使った大型の突撃ドローンがまさにシャヘドとほとんど似たような形だという話があります。従来のアメリカのドローン兵器というものは、それこそ無人操縦をアメリカ本土で行って、それがアフガニスタン上空で飛び回るみたいな形で導入はされていました。ただしそれは非常に高価な高性能製品で、決して安くて突撃させて使い捨てにするというようなタイプではありませんでした。今回イランに対する攻撃では、イラン製のシャヘドやロシア製のシャヘドと同様の使い捨ての突撃ドローンといったものが用いられたようです。設計もほとんどシャヘドと変わらないだろうと言われています。結局のところ用途が定まっていれば似たような形に落ち着くというのは、かつての冷戦時代においてもアメリカの兵器とソ連製の兵器がそっくりなことから、これはきっとスパイが
図面を盗んだに違いないと思っていたら、実は似たような用途のために、軍事技術の発展した先には似たようなデザインになったというような笑い話もあります。今回も結局似たような用途であることから、イラン製のシャヘドを別にコピーしたわけでもなく、この用途だったらこの形になるよねという形に収まったというわけです。さて、ここからはちょっと一般的な解説に移っていきましょう。さすがに脇道にそれた話ばかりだと全体像が見えなくなります。まず最初に、今回の攻撃においては、第一段階において、情報が圧倒的に勝負の決め手となりました。これまでも、イラン国内には、イスラエルの放った諜報員とその協力者が非常にたくさんいて、イラン内部の情報は筒抜けだというような話がありました。2025年における攻撃においても、要人が次々と攻撃対象としてリストアップされ、それらのほとんどの殺害に成功しています。ただし去年の場合だと、最高指導者ハメネイ師は直接狙われませんでした。しかし、今回は作戦の最初の段階からハメネイ師や政権中枢の人物たち全員をリストアップして攻撃対象として狙えるかどうかについて調査していたということです。そしてイスラエルの諜報網はハメネイ師と政権幹部たちが一斉に集まるような会合が予定されており、今この瞬間の攻撃すれば、ほぼ全員を殺害することができるだろう。まさにその時期というのが3月1日に当たったわけです。この会合についてはすでに以前から予定がダダ漏れで、逆にアメリカやイスラエルはそうした予定といったものから逆算して準備を一生懸命進めていたというわけです。そのため、初期攻撃において、ハメネイ師と政府関係者、そして軍の中枢の人物たちに対して一斉に攻撃を行い、初期段階においてほとんどを殺害に成功したとアメリカ側は発表しています。イスラエルの報道ではハメネイ師の遺体を確認したと報道し、それに後追いする形でイランが認めざるを得なかったということになりました。イスラエル側が先に遺体を確認したと発表したのが本当かどうかはわかりませんが、もしもこれが本当であるならば、かなりの政権中枢にイスラエル側の諜報網が食い込んでいることを意味します。以前から言われていますが、イラン国内の治安当局者の上層部において、すでに完全にイスラエルの人間が入り込んでいるとすら言われています。衛星写真を見ると、イランの首都テヘランにおいて、ハメネイ師の公邸が爆破されました。この時開いている大きな穴はバンカーバスターによる攻撃ではないかと見られています。たとえ地下の頑丈な施設内であったとしても、バンカーバスターは地中貫通型爆弾ですから、大した防御体制ではなかったというわけです。そもそも、ハメネイ師や政権上層部は自分たちは直接狙われないのではないかと、ちょっと甘く見ていたのかもしれません。何にしても、ハメネイ師や政権の中枢の人物たちが次々と殺害されたことにより、イランの上層部はガラッと人が入れ替わることとなりました。官僚機構というものがあるので、いきなり政権が機能不全になるというわけではありません。ただし、トップの人物が入れ替わることによる機能不全といったものはかなり深刻なものになると見られています。というのも、ハメネイ師は独裁者であったわけですから、それが交代することによる権力の集中具合といったものが大きく低下するのです。上の人間がいなくなったんだから自分が好きに勝手させてもらいたいわ、みたいな形で、イラン軍と革命防衛隊の間における主導権争いであったり、もしくは宗教勢力と政権のその隔たりといったものを外部からつっつかれれば、それぞれが別の方向に進みたがるかもしれません。そもそもアメリカ・イスラエルによる攻撃が圧倒的であるということそれ自体は事実なので、じゃあこの後徹底抗戦を続けるのか、それともどこかの段階でアメリカの要求を飲んで矛を収めるのか、それとも政権転覆まで、なんだかんだ言って粘り切ってやろうと持久戦の構えを取るのか、この後は誰がイランの主導権を握るかによって変わります。トランプ大統領は様々な人物についてすでに調査を行い、誰に権力が移譲していくかについては把握していると述べています。これはアメリカによる諜報網ではなく、むしろイスラエルによる情報収集がかなりのところまで達しており、たとえ表向きが誰であろうとも、実権を握っている人物について探りを入れる力があるということを示しています。実際にそうであるとするならば、アメリカにとって都合の悪い人物が実権を握れば、すぐにでもバンカーバスターを駆使してでも、そのような人物の排除に動くでしょう。そうやって、
ある程度自分たちのコントロールの効くような人物に入れ替わるまで、徹底的な攻撃を加える可能性があるわけです。ちなみに今回の攻撃によって国際情勢に対する影響も出ます。例えばこのチャンネルではウクライナ情勢について非常に長い間追っていますが、今回の一件もまたウクライナ情勢に影響を与えます。そもそもイランというのはロシアに対する軍事支援国の一つです。例えば、ウクライナの一般市民を襲い続けている大型の突撃ドローンシャヘドは、もともとはイラン製でした。しかし、イラン製のシャヘドを輸出しているという段階から、途中からは、ロシアに対してライセンス生産を認め、改良も認めました。そのため、ロシア国内で量産されたシャヘドが、ウクライナに連日のように飛んでくるわけです。そして武器弾薬の特に弾薬類などについては、イランからロシアへと輸出もされていたと言われています。ですから今回のような攻撃を受けたイランがロシアに対する軍事支援をし続けるといったことはもはやそのような余裕はなくなるでしょう。また動画の前半部分でも述べましたが、イランの輸出している石油というものはたどり着く先は中国です。ですからイラン自身が石油の輸出を止めれば中国側の反発といったものを招き、これもまた連帯といったものを乱すこととなります。イランに対する攻撃を行うことによって中国、イラン、ロシア、この3カ国の連帯といったものが崩れることを意味します。さらにこの後どうなるかについては流動的ではあるものの、もしもアメリカがイランの石油資源を抑えることができれば、トランプ大統領としては、その利権といったものを欧米の石油開発会社へと持ってくる。それを一つの手柄として誇るでしょう。同時に、イランの産出する石油資源が中国にだけ売る状態から国際市場へと出てくるわけですから、それに伴ってロシア産石油の買い手といったものをさらに減少させる効果を生み出すことも十分考えられます。これは決してトランプ大統領がウクライナ支援のために行ったことではありませんが、回り回ってロシアの友好国を破壊するという意味では、ウクライナ情勢にとってもプラスの出来事というわけです。ついでに言えば、今回のような斬首作戦を行えるだけの力がある。そのことをまさに見せつけたわけで、アメリカが誰が大統領になろうとも、その軍事力については、どうやっても今のところ地球一の状態であるということは証明されているわけです。さて、ここまでは一通りの話をしてきたわけですが、厳密な部分についてもちょっと注意点として述べておきましょう。いわゆるアメリカによるイラン攻撃はそもそも国際法違反かどうかについて言えば、はっきり言えばこれは違反行為です。一方において、じゃあ、イランの最高指導者ハメネイ師やその支配体制がまともであったかといえば、これもまた最悪の部類です。多くの国民が弾圧されており、実際に多くの人々が殺されています。この2つの批判といったものが同時に成り立つことを忘れてはなりません。どこかの国に対して一方的な攻撃をするのは悪いこと。しかし同時に国民を痛めつけるような圧政者もまた悪いものである。この2つを同時に批判するということは、これは同時に成り立つものなのです。ではどうすればよかったかといえば、これまでアメリカの歴代の大統領は、どこかの国に攻撃する際に、なかなか自国だけでやるというわけにもいかないから、まずは国連外交といったものを行いました。その中において、圧倒的多数の賛成支持といったものを集めた上で、あの国は悪い国だよねというレッテル貼りを成功させた後で攻撃を行う。そうすることによってある程度の下地作りを行っていたわけです。現在のトランプ大統領はそうした意味で国連外交といったものを全く軽視していて、そうした手続きを踏まないことによってあっという間に攻撃を成功させています。これは時間をかける、それよりももうここがチャンスだと見ればあっという間に動いた方が自分の目的は果たせるという考え方からです。現在のところこのやり方は圧倒的な米軍の力というものもあって抵抗が続いています。また今回の対イラン戦について言っても遠距離攻撃を加えるというこの手法だけに徹底的にこだわればアメリカ側の大きな被害といったものも発生し得ません。イランというのは地域大国として多くの兵員がいるということから地上戦になれば返り血を浴びることにもなります。しかし一方的な攻撃を遠距離で行う分には技術格差のこの埋めがたいものというものは歴然としていて、ステルス戦闘機で空爆を続けるミサイルを撃ち込む、こうした攻撃だけであれば、その後低価格帯の大型突撃ドローンへと転換すれば、
安くそして多くの地域を攻撃し続けるといったことは十分可能なわけです。トランプ大統領は軍事予算を200兆円程度確保しようとしていますから、こうした意味においては、継戦能力という面においても、地球のどの国よりも圧倒的なものがあり、そうしたアメリカが低価格帯の遠距離攻撃兵器を量産するようになったら、手がつけられなくなるというわけです。泥沼化といった問題を避けつつ、イランに対するチクチクとした攻撃を繰り返すといったことは、この後も十分起こり得ます。問題なのはそのようなことになって、石油価格の上昇といったものが日本にダメージが来るという、とばっちりのようなものが来る。この部分についてだけは注意しなければなりません。あまりにもメジャーな話題なので、まずは多くの地上波のニュース報道で取り上げない中国との関連、また影響としてウクライナ情勢についてどのような影響があるかについての話を少し多めにしました。一般的なニュース報道と解説に加えて今回の話を聞かれてどのような感想を持たれたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そしてこのチャンネルの活動を支えてくれるという方はぜひともメンバーシップへの加入をよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。